ティグラドンジョンです。今回はナビ VS エントロフィーゲーミングというクランですね。最近ね、ちょっとコメント欄でね、最初の挨拶なんて言ってるんですかって聞かれることも多くなってきてね、これはついに新しい人たちも見ていただけてるなということでね、改めて自己紹介したいと思います。チェケラって言ってますね。ちなみにチェケラのチェはね、カタカナでね、昔チェホンマンに似てるね、クランメイトがいたのでね、その選手をね、紹介するときに言い始めたのがきっかけなんですけど、今後覚えていただければと思います。はい。というわけで早速やっていきましょう。はい。というわけでね、早速やっていきましょう。星3から、ツイズラバルっぽいですね。おでん付き。最近だとちょっと珍しい感じするね。回廊人だからか。さあ、真ん中に合わせておでんからのトーム。ウォーミングたくさん出てきてるんですけど、トルネまで。こういうのがあってもいいように、最初にウォーでのね、トームを合わせて突撃艦まで整えていった感じなんですけど、このギリギリのインビジブル、見えづらいですが、しっかりとスーパーウィザードにかかっているので、このね、大量にトラップがあったトルネまで引き込んだところなんですけど、突撃しっかり成功。やりたかったところまで完全に削れてますね。しかもこれ、アイゴレ、めっちゃ HP 低い。これは美味しい。ポイズンとかも使う必要はなさそうですかね。さあ、1体目のアイゴレ、2体目のアイゴレ、3体目のアイゴレと全てのアイゴレはまさかおでんが触ることで突破してくれましたよと。キングを展開していきつつ、クイーンはこれ戻っていきましたね。ロイヤルチャンピオンに連れられて内側に入っていきました。ポイズンも合わせていったんですが、しっかりここは勝利ができていくと。さあ、アイゴレも後付けしていって、ロイヤルチャンピオン3時から。さあ、キングの方も合流していって、ウォールブレーカー使うんですけど、ちょっとこれは、よくわかんないダミー壁ついちゃいましたね。繋げていきたかったニュアンスなのかな。さあ、ロイヤルチャンピオンの外周部のところ、大砲のところ、ベビドラ削りつつ、内側に入っていきましたね。とはいえね、最初にウォーデン使ってしまっているので、ここからのラバルは、マルチ IT とか含めね、この辺まで見ていかなきゃいけないのちょっと難しいですが、さあ、ここ、ロイヤルチャンピオンの方でマルチ入っていって、ここにしっかりインビジブル、クイーンの方も入ってますね。フリーズを打ち続けて、ロイちゃんの延命を、かなり重点的にやってますね。さあ、フリーズ合わせてヘイスト。ここにストライカーでの相手のクイーン処理がきっちりできつつ、このまま全開まで行きそうですね。フリーズ3発まだ手元にある。えぐい。さあ、ここもフリーズ合わせていって、ロイヤルチャンピオンで相手のキング潰していきつつ、まだフリーズ2発あるという状況ですね。さあ、バルーンも合流していって、圧倒的全開か。そうっす。これは強い。さあ、対戦相手リーン。あれだね。昔プロ契約してた、ペンタとかで出てた選手たちですね。日本でも馴染みのある SG トリステラっていうところにもいた人が他のクラン、他のメンバーだと入ってますね。これはスーパーアーチャーですかね。クローン2発入ってるんですけど、パピーが入ってるので、ちょっとこれクローン打ちづらいか、しっかり待ってからずらして打ちましたね。しっかりタイミングをずらしてから、クローンによってパピーが増えてしまわないように、スーパーアーチャーのみがかかるようなタイミングで落としてきたんですが、やっちまったか。少し投石に打ち抜かれて火力は落ちましたが、やりたかったっぽいことはある程度はできてるんですけど、かなり重要だった真ん中マルチっていうところが残ってますね、これ。わざわざ穴開けまでして、内側にね、スーパーアーチャー召喚してったので、ここのマルチまでは飛ばしていきたかった。さあ、そして援軍に関しては、スーパーガーゴイルセットなんですけど、これ陸おでんで入っていきましたね。さあ、エレクトロタイタンも使って援軍には強い構成で入っていったんですけど、ちょっとキングの方が削られていく。さあ、フィスト早くも出してしまったので、これは慌ててストライカーを出して、これトームも合わせていく流れですね。さあ、ここでトーム。さあ、走っていきますが、これトルネード解除と、相手のヒーロー処理をその距離でやるには少し、無謀というか、厳しいのではという流れですが、ウォールブレーカー綺麗に2枚トントンと入りましたね。こっちのトームは素晴らしい。完璧に入っていく。キングの方のストライカー、こういうところにピン差し出した方が効果的ではあったんじゃないかなと思うんですが、ウォーデンがまた姿を消していく。さあ、下からラバルですね。最近だとスーパーアーチャーパートで、おでんを使わずにね、陸パートでウォーデンを使っていくっていう形の攻めがちょいちょい見られますね。クイーンの方で、これはしっかり投石機の方を突破していきつつ、ラバルの方はシングルインフェルノと、単体施設が多いので、
まあ、バルーンだけで押していけるでしょうという判断、呪文もないんですけど、ぐるぐる回っていって、これはロイヤルチャンピオンも残りそうですかね。いや、初手がね、ちょっと真ん中マルチ IT が残ってしまったので、少しめんどくさいラバルを強いられるかなと思ったんですけども、これは綺麗なリカバリーというか、まあ、シンプルにヒーローパートが強かったですね、これは。陸おでん型はやっぱりね、強いっすね。クイヒーラバルとかでもね、最近増えてるけど。いや、うまい。さあ、カズマくんもこれはスーパーアーチャーですね。スーパーアーチャーにタウンホールスニゴブかな、これは。スニゴブも12体入ってるというところ。さあ、下から、まずはバルーンを使っていって、ロケバルも1体入ってますね。さあ、テスラに合わせて、バルーンも1回やりつつ、ロケバルをイーグル砲に刺していって、レイジタワーが解除されていきつつ、ここでホーミング取るね。さあ、いろいろ出てきたと見て、速攻で解放していきつつの、ここでのクローンなんですけど、うわ、えぐ、バネ。バネがえぐい。さあ、ここはかなり誘われた形になったか。まあ、おでんのね、トームとか合わせてやるんだったら、通る場所ではあるんですけど、この距離をね、わざわざおでんを使う価値がないと見て、いやー、これは結構大変になってきたかな。タウンホールに関しては、スニゴブでやっていかなきゃいけないので、まあ、インビジブルはね、一発残さなきゃいけません。まあ、本来ならば、このマルチインフェルノ3本が全て折れていて、かつ援軍が連れていてなのでっていうプランだったと思うんですが、キングの方が相手のクイーンに捕まって、少しここは HP 被弾を受けてしまう。援軍処理の方は、アイスゴーレムで、ここだいぶ時間取られちゃいますね。ロイヤルチャンピオン追加で出していく。スニゴブ失敗してるね。ちょっと、目を離した隙に、しかもインビジブルも使ってないので、罠解除失敗した感じかな。いやー、これは、タウンホールまで残るとなると、やりたかったこと、うわ、インビジブル。やりたかったこと2つできなかった形になりますね。スーパーアーチャーと、ね、タウンスニゴブ両方ミスったとなると、それはかなりしんどい。さあ、もう初手トームのラバルで突破していきたい狙いですね。呪文がないので、もうできる限りバルーンをタウンホールに集めようというところで、初手トームで入っていきましたが、これはなんとか、タウンホールまでは突破ができましたが、パーセントがやはり厳しいですね。ラバが1体プカプカ大砲に重なっておいてますね。いやー、残ったところを見ていくと、スーパーチャパートで本来見てた場所、タウンホールは本来ラバルする場所じゃなかったので、こっちね、虹側をするんじゃないのかな。虹とか、残った適当にね、残り次第でいろいろできる場所だったんじゃないかなと思うんですけど、これはしんどいですね。さあ、パーセントもこれは66% とかなり低いパーセントに。さあ、トロヤ。この人ですね。名前に SGT ってついたままなんですけど、SG トリステラの一員として日本のね、人たちと一緒にプレイしてた人ですね。さあ、インドラスケルトンですね。あんまり見る機会ないんですけど、バルーンかなり出してって、これはこのまま対空砲を狙っていく。さあ、そしてコウモリで対空砲のタゲを取るようなものをやってからのインドラスケルトン開始。さあ、ウィズトのタゲとかをね、インドラの方でタゲが取れれば、コウモリもより長生きしそうなんですけど、そろそろちょっと、終わりましたね。コウモリタイムが。タウンホールには突撃艦を添えていきつつ、スケルトンの呪文をポンポン置くことでシングライティモノリスだったり、この辺のね、高火力の防衛説を止めていく。タウンホールの方はトルネードとかも特になかったので、しっかりとタウンホールまで届きました。クイーンの方、タゲってたんですけど、エアスイーパーが押し戻すので、なかなかクイーンの処理ができてないですね。エアスイをフリーズしない限り、結構処理に時間かかりましたね、これは。ヒーローかなり角度変えて3時から。なるほど。面白い。インドラだけで9時側を伸ばしていきつ
つ、3時の方からヒーローを組み立てていく。なかなか珍しいですね。テンプレで言うとね、普通に9時から6時歩かせるみたいな流れがね、多いと思うんですけど、かなり形を変えてやってきました。さあ、これ援軍の方がまだ出てなかったんで、クイーンのみで当たる形になりそうですね。さあ、ウォールブレーカーはしっかり拡張していくので、キングのための道もできていきます。さあ、ロイヤルチャンピオンもこれオデンゾ捕まってるので、ここはフリーズで第1クロスも両方固めつつ、オデンゾ先に折れると熱い。折れた。これはロイヤルチャンピオンブーメラン打っちゃうしかないんですが、これはそうだね。どっちにしろこうなるんで、早めに打つことによってテスラからの被弾ダメージを抑えることができたはずですが、クイーンの方は対1クロスまでは対1じゃないわ。シングル IT までは突破できず、キングがやってくる。とはいえ、最強高火力コンビが後ろに控えているので、これは、ギリギリ。まあこれね、防衛側の目線なんでね、守れてよかったです。95までいきそうですね。とはいえかなり伸びてきた。欲しいですね。中心部でのエアスイーパーによっての進軍スピードの低下っていうのが少し伸び悩んだところかな。伸び悩んだとはいえ95まで持ってかれてますからね、サベルナウ。インドラスケルトン最近見る機会も少なくなってるし、ほとんど対戦で見ることもなかったんで面白いですね、久々に見ると。たまにね、使われて全開取ってるのを見るんですけど、インドラスケルトンってなんだろう、珍しいし、刺さる配置にしか使われないんで当たり前だけど、明らかに刺さる配置に使われることが多いので、ちゃんとその分結果出してることが多いっていう戦術の一つですね。当たり前だけどね、どの配置にも同じ戦術に攻めるほどの戦術パワーは今のインドラスケルトンにはないので、そういう戦術よりはラバルとかこういうクイラバとか、そういう編成の方がね、どんな配置にもクイラバで行く人はクイラバで行くし、どんな配置にもインドラスケルトンで行くっていうのはね、今の環境でやっぱ厳しいと思うので、刺さる配置にしか使われないので刺さりやすいです。刺さる機会を刺さってるのを見るのが多いなっていう、そういう印象です。さあ、タウンクイヒーなんですけど、きっちり外周部を歩くようにクイーンが回ってくれているので、モノリス捕まらない、タウンポイズンも捕まらないといういいですね。さあ、ようやくタウンポイズン切れて、しかもモノリスも当たるような位置なんですけど、もうこれ単体になってるので OK です。さあ、ストライカーをポンポンと出していって、これはウォールブレーカーとタイミング的には間違えてそうな雰囲気のタイミングでの出し方だったんですが、クイーンの方がこれ、シューターの炎症だけしてだいぶ落ちてますね。このクイーンのルートめちゃくちゃ強いですよ。さあ、イーグルマルチと中心部のところも入っていって、キングロイヤルチャンピオン。そしてウォーデン当然残っているので、このまま逆サイドラバルを、トームありで突破していけばいいというところですね。これはもうぶっ刺さってるね。さあ、いいウォールブレーカー。さあ、マルチ IT の方も突破していきつつ、これは援軍の方を一度かわしていって、レイジタワーも乗ってますからね。さあ、ロイヤルチャンピオンが代わりに生贄になっていったんですけど、もう、レイジタワー乗ってる防衛説はね、クイーンにようやく向きましたが、というところ。さあ、角度変えてのラバル、ヘイストからの一気のトーム。ホーミングもいろいろ出てきつつ、クイーンの方は少し持ってかれたので、黒く。レイジタワー長いね、やっぱりこれ。ダメだよ、短くしなきゃ。さあ、このまま、勢い余ってクイヒーが貫通していきつつ、裏の防衛説に対してもフリーズをかけてのバルーン展開で前回ガーサス。いや、うまいっすね。タンクイヒーを軸にね、今回はプランニングしてたと思うんですけど、高火力のね、タンクイヒーのところも完璧にこなしたことによって、中心部のね、美味しいお宝にもありつけました。これはうまい。ガーサス。タウンクイヒーみたいなところはね、タウンホール14の時にね、タウン裏シングルがある配置にいかほどタウンクイヒーをやってきたかによってね、面構えが変わってきますよ、やっぱり。あの時代にね、シングル IT をね、タウンポイズン受けながらタウンクイヒーやってた人たちはね、やっぱり呪文の打ち方だったり、クイーンの耐久性の理解度が本当に高いので、これぐらいならいけるみたいなところがね、結構判断として出やすい。僕も結構タウンクイヒーやってる側だったんで、この辺は
よくわかる感覚で掴むもんなんだけど。さあ、対戦相手、クイラバ。ヘイスト1枚減らしてフリーズ入ってる形ですね。1枚というか、ヘイスト0で。角分けしていって、12時のマルチ IT の部屋に入れていきたい流れなんですが、一歩動いたこともあって、綺麗に入りやすそうですね、これは。問題はこの後どうつなぐか。いいリックスケ、これは。おでん像とマルチ IT。ここにフリーズをかけての突イエティですかね。外周部切らないとこれ、インフェルノに入らないぞ。入ってるんだぞ。ポイズンタワーが強い。折れたのはおでん像のみと。これ HP ギリなんだからもう、バルーン出し得じゃないのこれ。なんで出さなかったんだろう。いやー。ウォールブレーカーも飛んできますが、これはクローク。すごいギリギリのコントロール。出てきたのはアイスラバなんですが、バルーンをもう一気に展開しますね。ウォーデンも取ってつつ、一気に食い火をサポートするような形。ビーズもかけていって。これでクイーンが生きれればいいんですが、アイスラバパピーで結構強いんですよね、これ。逆にちょっとタウンホールの方が危なくなってくるか、これは。インビジブルタワーはここ、格闘仕掛けたんですが、ストップ。ここでトームをかけていきますが、それはそれでまずい展開に。ロイヤルチャンピオンは一応手元に残しているので、ロイちゃんリカバリーをかますしかないですね。クイヒーの方は黒く持ってたんですが、落ちてしまいつつ、ロイヤルチャンピオンの方で一応タウンホールは突破ができました。インビジブルもかけつつ、ブーメランだけ放って、バンバンバンと。いや、これね、一発これで落とせたわけだし。ポイズンタワーっていうのがね、ミニエティに対しても結構強いんですよね。今回の場合、露骨に出ましたかね。呪文はね、レイジを使わなかったっていうところで、イエティのね、バウンドがもう結構少なめになってしまったんですけど、とはいえ結構伸びますね。パーセントでの勝負はね、最初に66とかだったかな、カズマくんのスパッチャーのやつがね。結構低いパーセント取ってしまってるんで、さっきも95とかだったかな。星数で勝ちたいところ。81までいくかどうかですが、80%。ガックもクイラバで、クイラバはやはり、現環境のメタとしてもかなり使われてますね。モグライダーで罠チェックからシューターセットしていって、このままシューター、クロスボウぐらいかな、攻撃を受けそうな施設は、そこをどう突破するのかが重要になるんですけど、これ、食い火隣セットでもすんのかやっていくのかな。かなり時間見ますね、これ。セットだけして、ここで使っていきます。マルチ IT の範囲がこんな形、対空砲もこんな形なので、ヒーラーがちょっと出しづらい形になってるんですね。もういきなりこれフリーズ使っていかないといけないところ、レイジかけると、リックスケだるすぎ、それは、追加でバルーンを出していくことで、なんとかマルチ IT は折り切ります。危ない。レイジタワーに乗っているので、これは超高火力に。クロスボウのタゲはキングにスイッチしていきつつ、キングのタゲもスライドさせていって、ちょっと食い火苦しい。インビジブルも使って、かなり高火力。インビジブル使ったことで逆にクロスボウへのタゲが、クロスボウにね、タゲが入ってしまいました。クロスボウからのタゲが入ってしまいました。これでもうフリーズとかね、インビジブルとかね、サポート系の呪文が1枠もなくなってしまいました。食い火もクロークを入っているので、シンプルなレイジでの突破のみになりますね。タウンホールの方は綺麗に打つことができたんですが、これをね、綺麗にスムーズに進ませることができれば確かに強いルートだった。クイーンの方もターゲット取り続けてれば、シューターももっと伸びたところというんですが、
まあ、初手のマルチ IT と援軍の被りのところと、まあ、シンプルなレイジタワーの暴力っていうのが刺さりましたね。クイーンの方はタウンポイズンで落ちてしまいつつ、ここはトームかけますが、バルーンもかなり落ちてしまうところ、さあ、トルネードここに置いて、結構スーパーアーチャーとかスパビズとか対策するような外周部トルネ置いてますね。まあ、突撃艦合わせ、最初のカズマくんが引っかかったようなトルネみたいなのをイメージした置き方になってますね。さあ、イーグル側の方、これおでん突破してほしいが、イーグルヒットしていく。さあ、オールの方がこのままイーグル砲を突破してくれて、まあ、回収はもう少しできそうだというところ。初手の食い火が結構スムーズにね、まあ、当然やらないようにね、まあ、できないように対戦相手がしっかり対策してたので、そこはね、相手の方が一枚上手だった形ではあるんですけども、まあ、決まってれば確かに強いルートでしたね。まあ、その決まってればっていうの、その決まってればパートがね、大抵難しいんですけど、いつも。破壊率は 81% でのフィニッシュです。さあ、レオ。レオって名前の人もね、結構いますのでね。特に海外のクランだとね、まあ、日本でもワンチャンいるかもしれない。レオって、まあでも俺も友達にいるしな。そういう名前でやってる人はね、日本人でもいそうですね。全国的にレオって人多そう。世界規模の話で。クイラバですが、フリーズ5発ということでかなり多めですね。ここ一発目のフリーズを先ほど同様突撃艦を守るためのフリーズとして使っていって、まあ、ロイヤルチャンピオンのね、動きも止めるっていうことでね、投石機近くに置いたことで、まあ、ロイちゃんの処理も狙っていきたいみたいな流れもあったかもしれないんですけどね、狙いもあったかもしれないんですけど、あ、レイジ落ちちゃうんだ。さあ、これインドラが入ってるんで、ウィーンとダメージ上がっていきますよ。上がっているんですけど、これレイジがかかってることで、うん。すごいすごいすごい。ポイズンのみで溶けてった。インドラってあんまり出てくることないからね、対処法よくわからんすよね、出てきたとき。意外と弱いし、意外と強いんだよね、あいつね。さあ、ウォールブレーカー使っていくんですが、狙ったような拡張ができていません。ホーミングチェックのバルーンをもう一度つけていきつつ、まあ、このまま最悪インビジブルでの誘導をタウンホールまでっていう流れで良さそうですね。まあ、十分誘導はできそうですが。9時サイドカットしたので、そういう入りなんだ。もう一発、これは時間も意識したようなレイジになりますね。キングライティの方はこれレイジのみで封殺ができつつ。ナイスホーミングチェック。さあ、フリーズかけて、インビジブルタワー発動しないようにしつつ、エアスイーパーまで追って、ホーミングチェックのバルも赤爆ヒット。うまい。さあ、キングロイちゃんパートもストライカーまでつつフリーズ置いて、ストライカーは走ってって罠を食らいまくって死亡。キングね、これフェニックスを真ん中までぶち込んでいきたかったので、この辺サイドカットしてればより強い形にはなったかなというところなんですけど、さあ、キングとロイヤルチャンピオンは仲良く同タイミングで死亡していく。さあ、トムもかけつつ、ラバにもトムがかかるクイラバね、本当に強いので。さあ、これウォールブレーカーもう1枚あればね、左サイドつけれたポイントではあったんですけど、まあまあ当然ないと。さあ、レイジこっちに打ちましたね。クイヒーの方はだいぶ被弾しているので、ここで落ちそうです。さあ、対地クロスは突破して、投石もなんとか突破したんですが、間に合わず。さあ、防衛クイーンですね。本来ならばキングロイちゃんパートで見てたはずの場所。クイーンが無双している。これはウォールブレーカーをつけるか、もしくはキングのためのサイドカットをね、丁寧にやってれば、フェニックスがキングのために働いてくれたかな。内側でね、フェニックスモード入ればね、相手のクイーンは削れたんじゃないかな。少なくてもこの HP 見ると、この HP 分ぐらいは倒すことはできたんじゃないかなというところなんですけども、ありがたい 91% 防衛。さあ、ナビファ、最終アタックですね。クラウス、ゴーレム2体とラバが2体ということでね、こんなに詰めるのと思いそうな、そんな編成です。ストライカーも5体入ってますしね。その代わりにスーパーユニットが1つも入ってないというね、今時かなり珍しい編成です。
そしてね、クローンが入ってるんですけど、こいつの使い道にすごく注目ですね。3時のところ、テスラチェックのバーバリアンをしっかり使った後に、ゴレアイゴレを3時の、ゴレアイゴレじゃない、ゴレキングを投石区間に入れて、投石クイーン、この辺のね、タゲ取り及び施設の破壊というところでやっていきます。ゴーレム2体目をクイーンの目の盾にしつつ、ロイヤルチャンピオンをね、キングにつけつつ、ここ注目ですね。これ、なんとここ、ゴーレムにクローンをかけていって、クイーンへの盾を増やしていきましたね。びっくり。その隙にウッドランチャーロイヤルチャンピオンパート、中身はイエティなんですが、なんと内が入らない。内が入ってほしかったね。縦ユニットがこれクローンのゴーレムで増えていったことによって、対地クロスとかもあったんですけど、しっかり最終区画のここまでクイーンが誘導できている。うまい。マルチ IT はね、これ本来ならばイエティが内が入ってほしかったポイントではあるんですけど、クイーンはしっかり黒くって投石まで。このヒーローパートえぐいね。ゴーレムにクローン。これ実質3体のね、ゴーレムを使ってったわけで、スーサイドね、3ゴレ積むのにはなかなか枠数的にも厳しいですからね。そして呪文もこれは特にね、大した枠数割いてないので、クローン一発分ぐらいなので、タウンホールまでなんとか届けてって、バルーンはだいぶ落ちてしまったんですが、レイジを持ってきてるので、しっかりとここは、マルチ IT、モノリス、タウンホールのところを突破していって、9時から残していた外周部の防衛施設へ投げていくバルーン。こうなるとね、残ったロイヤルチャンピオンだったりを処理しなきゃいけませんが、ここはフリーズ、ポイズン、ストライカーが合わさって、中心マルチ IT ももう一回フリーズをかけていく。ヘイストでとどめ。いやー、うまい。このゴーレムはもう発想力ですね。そうだ、ゴーレム増やせばいいじゃんってどうしたらなるんですかね。縦ユニ欲しいけどな。そっか、ゴーレム増やせばいいじゃんってなるか、普通。素晴らしい。えぐい全開が飛び出して最終アタック対戦相手6-1天才のラバルです。いやー、さすがクラウスですね。面白い。マルチクロスボウに6-1天才ぶち込んで、ジャイクイーンからの展開。スニゴブもセットしつつ、ジャイロイちゃんを隣にやっていくみたいですね。アイゴレキングストライカー。ロイヤルチャンピオンの方、ストライカー飛ばしつつ。いや、強いね。いや、強いな。いいスーサイドパート。これフィストで投石まで伸びるようなことができるんでしょうか。伸びていく。フィストでできたバーバリアンも仕事をしてくれつつ、巨爆ですぐいなくなりましたね。クロクはもう速攻で入ってたので、モノリスまでは特に見てなかったっていうところもあると思うんです。リクス系をこれはパスし、ね。これ、対空まで切れるとすごい強い。いやー、これアーチャーターン、素晴らしい。アーチャーター切ればこれ、フェニックス無双ですよ。ホーミングもヒットしつつ。アーチャーター切ったので、この後フェニックス6時が無双しますね。ガーゴイルも追加で出してますが。残ったところにちょいちょいとバルーン出していきつつ、残った中心部、この辺、ボマーかなんか刺すのかな。まずは、12時側からラバル。ボマそっちでしたね。追いラバしつつ。余力で押していけるでしょっていう判断でしたか。9時用にラバーは1体残していって、追加でバルーンも。9時はすごい盛りだった。やはり9時から。ホーミングがね、最初に出てきたラバーがやってくれて、これはインビジブルタワーフリーズかけなかったので、ぐるぐる回りつつ、ドッカン行ってからのヘイストトーム。むしろこれの方がいいので、狙ったまでありますかね。このヘイストによって中心部までトーム状態のバルーンが届きまして、いや、素晴らしい。
インビジブルタワーのインビジブルトルネをまさか狙ったのか？トルネインビジブルによってとどまり続ける最強バルーンたち。いやー、素晴らしい展開。はい、終了いたしまして、13対12ナビ勝利と。ここ最近ちょっとね、苦しい試合展開も多く、負けることも多かったんですが、ナイス勝利。パーセントの方でね、厳しい展開になってしまって、負けてるんですけど、星数できっちり取っての全開です。全開というか勝ちです。いいアタック多かったですね。特に、クラスのね、ゴーレムを増やしていくような発想力。僕ではなかなかというか思いつくこともないだろうなっていう。結構もったいないって感じちゃう人が多いんじゃないかな。それのためにクローン使うのみたいな。でも実際かなり仕事をしてね、投石2本をヒーローで落とすようなね、ヒーローパート組めてましたからね。というところでね、今回はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録、高評価で示してます。また次のお会いしましょう。さよなら。